どうも、こんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています、小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきますんで、最後までご視聴お願いいたします。では、今日のご紹介する絵画は、こちら。フェルメールの牛乳を注ぐ女です。またまた来ました。超大物ですね。フェルメールって言ったらもしかしたら、この真珠の海飾りの少女の方が人気なんですかね。皆さんはいかがでしょうか。私は断然こっちの牛乳の方が好きなんですけどね。で、関東の方は記憶に新しいかもしれませんが、2018年に上野の森美術館にこの牛乳を注ぐ女が来日しましたよね。で、私も展示会の解説のお仕事で展示に行ってきたんですけれども、その時のお客様からこう言われたんです。フェルメールって結局当時の暮らし書いてるだけやから喋ることないんちゃうって言われたんですよ。何をですか。こういう風俗画から読み取れることっていっぱいあるんですよ。だってこの絵から宗教的な意味って見つけられますか？イエスも十字架もないのに宗教画って思われた方はぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。では今日も楽しく美術トラベル。この絵は17世紀の中頃、オランダの画家ヨハネス・フェルメールによって描かれた絵画です。ほんとこんな素敵な作品。皆さん、フェルメールってどんな顔かご存知ですか？フェルメールはね、こんな人なんです。って言えればいいんですけど、これは実はまた別の人で、本物はね、これなんです。なんかショック。こんな強欲そうな人がこんな綺麗な絵を描くだなんて。この絵も確実ってわけではないんですけどね。でも、そんなことを思わせるぐらいに、この絵ってのは繊細で、なんか、静筆って言葉が合うような雰囲気が感じられると思うんですね。では、絵をゆっくり見ていきましょう。一人の若い使用人が壺から容器に牛乳を移しているところが書かれてますよね。ちょろちょろっと注ぐところがゆっくりとした時間も感じさせると思います。テーブルの上にはちょっとゴツゴツしたパンがちぎって置かれてますよね。ちなみに意味からは全く関係ない話なんですけど、この女性の前掛け、青色やたら綺麗なのってわかります？すごく美しい色だと思うんですよ。これは当時金と同じぐらいの価値を持ったって言われるラピスラズリっていう宝石の粉で描かれてるんですね。この色のことをよくフェルメールブルーって言うんですけど、本当に美しいですよね。ちょっとそれは置いといて、ところで皆さんこれ、いつの季節に描かれたのかってわかりますか？なんか風俗画ってついついそういうことを考えずに見てしまうんですけれども、これも絵をよく見るとわかるようになってるんですね。この右下に置かれてあるものがあると思うんですけど、これは昔のあんまきで、このオレンジの中に炭とかで火を焚いて足の下に置いて温める器具なんです。つまり季節は冬。そして光がこの角度から入ってきてるってことは時間は朝なんですね。オランダの寒い冬の朝に一人の使用人がご主人のために静かに朝食を準備しているところ、そう思うだけでちょっと張り詰めた空気が感じられる気がしますよね。そして彼女が作っているのはブレッドプディングだって言われてますね。平たく言うとパンで作るプリンのことなんですけど、もうすでにパンとカスタードが壺の中に入ってて、そこに牛乳を注いでいるところなんですね。ほんで、なんか慎重に牛乳を注がないとドボドボ注いだらダマになっちゃうらしいから、牛乳の量を適切に調整しながら今静かに注いでいるというところらしいです。そして背景は石灰の打ちっぱなしの陰で、釘を刺した跡とか石灰が剥がれてるところもちょっと見えますよね。で、左手にはカゴが吊るされてあって、光が入ってくる窓ガラスは少し割れてるみたいですね。すごく書き込まれてると思うんですよ。でもね、皆さんこの絵ってどうして描かれたと思いますか？だって、もしこのモデルがお家の奥さんの絵とかだったらわかるんですよ。多分描いてくれって依頼があったんでしょう。でも、こんなお家の朝早くから働く一人のメイドなんて、描いてくれって多分依頼されないですよね。じゃあ、フェルメールの趣味で描いたんかなって言ったら、多分それも違いますね。当時の画家っていうのは依頼を受けて絵を描くのが基本スタイルですから、おそらくこれだけ書き込まれた作品っていうのは多分注文画だと思うんです。じゃあ、やっぱ注文じゃあ、よほどそのメイドさんが綺麗で描いて欲しかったんかなって思うかもしれないんですけど、否定するのも失礼なんですけど、普通の人だと思うんですよ。普通に働く素敵な女性。じゃあ、なんで描かれたのってなったら、それは
実は宗教的な意味だって言われてるんです。この作品が書かれる約100年ほど前に、ヨーロッパでは世界を二分するような大きな動きがありました。それは宗教戦争です。細かく話すと長くなるんで簡単に言ったら、当時のキリスト教があまりに腐敗が進んでて、世界中の富がお布施っていう形で教会に流れてた時代があるんですね。そして教会関係者は贅沢豪遊三昧を繰り返してたんです。でも、こんなん絶対おかしいわ、こんなん神のご意向ではないわって言って立ち上がった人がいるんです。それがドイツ人のマルチン・ルター。今あるキリスト教集団に抵抗して新しい宗派を作るって言った人なんです。で、抵抗するってのは英語でプロテストって言いますよね。なので、今ある宗教にプロテストするぞって言って、プロテスタントが出来上がっていったんです。って感じで、キリスト教はカトリックとプロテスタントに大きく分かれた時代が、フェルメールが生きてた時代のだいたい100年ぐらい前。そして、フェルメールがいたオランダっていうのは、新しくできたプロテスタント側だったんですね。カトリックは豪遊贅沢路線でそれが嫌で別れたんですから、プロテスタントの心構えっていうのは清く質素にっていうコンセプト。でもこれって宗教としてどうですかね。清く質素にって言われても、じゃあ私プロテスタント入りますってなかなかなりませんよね。地味だわ。じゃあどうするのって言ったら、清く正しく生きることの美しさを書くんです。この絵の机の上に置いてあるパン、さっきもご覧いただいたんですけど、ちょっと硬そうですよね。これは時間が経って固まってしまったパンなんです。本当だったらそうなったらパンとしては食べることはできないんですけど、でもこうやって牛乳を浸すことによって美味しい食事に生まれ変わらせることができるんですね。つまり、贅沢だけが全てじゃないんです。あなたの身の回りにあるものも扱い方次第で幸せは手に入るんですよってことがこの絵で示されてるんです。だからここにあるパンは焼きたての美味しそうなブリオッシュが乗っかってたら意味が違うんです。この岩みたいな硬さがありそうなパンだからこその話なんですよね。硬いパンでも贅沢言ってはダメ。幸せはあなたの心次第なんですよってことを説いてるんですよね。なのでこの絵っていうのはあえて特別な感情を駆り立てるようなものって書かれてないと思うんですよ。でもその中に誠実さがあって勤勉に働くこと自体が情熱的なことなんですよっていうのを教えてくれてるんですね。これこそプロテスタントの考え方を凝縮したような道徳的な絵になるんです。でもね、もう一つちょっと気になる説があって、この絵は実は性的な意味が存在するっていうんですよ。性的な意味。それは何かって言ったら、このあんまきなんです。このあんまきっていうのは、さっきも使い方をお話ししたんですけど、女性が使うときにはスカートの下から中に入れるんですよ。そして女性のスカートの中に入って下半身を温める器具。言い方次第なのかもしれませんけど、ちょっとやらしいでしょ。つまり、あえてこのあんまきがそこに書かれてるってことは、この使用人と依頼主、おそらくこの家の主人でしょうね、との関係を表すものかもしれないっていう説があるんです。考えすぎじゃないって方いらっしゃると思うんですよ。でもね、ちょっとここ見ていただきたいんです。ほら、ここのタイルに、2人の遊ぶキューピッドが書かれてるんです。キューピッドって言ったら響きが可愛いんですけど、キューピッドっていうのはギリシャ神話の神様、愛欲の神様エロスのことなんですね。となると、ここにエロスが2匹わざわざこのあんまきの横に書かれてるってことは、この先はもうわかんないですね。正直私は考えすぎちゃうかって思ってる方なんですけど、そうやっていろいろ想像を駆り立てるところもやっぱり名画の宿命ってところですよね。では、いかがでしたでしょうか。風速が一つとっても本当にいろんな考察がありますよね。やっぱり一つ一つの絵画にそれぞれの生きた時代があって、で環境があって、でそれを読み解いていくのも絵画の楽しさの一つであると感じるような絵画だったんじゃないかなと思います。では、このチャンネルでは絵画、美術館、展覧会などいろんな話題をお届けしています。ここは毎日夕方6時となっております。楽しみにしておいてくださいね。あと、チャンネル登録、コメント、高評価、泣いて喜びます。もっともっといい動画上げていきますんで、応援どうぞよろしくお願いします。では、明日のこのお時間にまたお会いしましょう。バイバーイ。